柴犬の吠え癖を直すたった一つの方法、それは吠えても無反応でいることです。無反応？そんなので吠えなくなるなら苦労しないよ。きっとそんな風に思いますよね。しかしこれ本当なんです。柴犬が吠えた時に何もしない、何も起こさない、何も声をかけない、つまりは無の状態を作ることで柴犬の吠え癖は改善することができます。なぜなら柴犬は何も無意味に吠えているわけではなく、必ずその子なりの理由を持って吠えているから。柴犬本人としては吠えることでその理由を達成できるからこそ吠えるという行動をとっているんです。つまり裏を返せば、吠えたところで特に何も起きないという環境さえ作ってしまえば、柴犬は吠える理由をなくし、自然と吠えなくなります。じゃあその吠える理由って具体的に何なのという話ですが、これ大きく分けると2つしかありません。柴犬は吠えることによって1、いいことを起こそうとしている、もしくは2、嫌なことをなくそうとしている、このどちらかです。よくよく思い返してみてください。あなたのワンちゃんはどんな時に吠えていますか？例えば飼い主がガサゴソとご飯の準備を始めた時、お散歩で他のワンちゃんとすれ違った時、知らない人がピンポーンと家に入ってきた時などなど、ところ構わずいつでも吠え続けているように見えるワンちゃんだったとしても、冷静に観察してみればきっとこういう風になると必ず吠えるんだよなという特定の状況が浮かんでくると思います。今挙げた例で言えば、飼い主がご飯の準備を始めた時に吠えてしまうのは、自分が頑張って吠えればご飯が早くもらえる、つまりいいことが起きると思い込んでいるからかもしれませんし、お散歩中に他の犬に吠えてしまうのは、その犬が怖いから吠えることで追い払いたい、つまり嫌なことをなくそうとしているのかもしれません。じゃあどうすればいいのか。それが先ほど冒頭でお話しした吠えても無反応でいること、無の環境を作ることなんです。ただここで勘違いしてはいけないのは、無反応イコール単に放置すればいいというわけではもちろんないこと。放置して済むなら本当に苦労しないですよね。一言で吠えても無反応でいてくださいねと言われてもちょっと抽象的すぎて実践に移しづらいかと思いますので、柴犬が吠えがちなシチュエーションを4つ挙げながら、具体的に飼い主が取るべき対処法を紹介していきます。まず柴犬が吠えがちなシチュエーションその1、フードが欲しくて吠える。これワンちゃんを飼ったことのある方なら皆さん一度は経験するあるあるですよね。いわゆる要求吠えってやつです。この要求吠えへの対処法としては、1、吠えている間は絶対にフードを与えない。2、吠えるのを完全にやめたらフードを与える。この2点を徹底することです。というのも、フードが欲しくて吠えている柴犬は、吠えればフードがもらえると関連づけて覚えてしまっているから。柴犬が吠えるからといって仕方ないなとフードを与えてしまえば、やっぱり吠えればフードがもらえるんだと吠え癖をさらに悪化させてしまいます。柴犬が吠えている間は、先ほども言いましたが、とにかく無反応を貫き、吠えることとフードがもらえることとの関連性をリセットしてあげる必要があるわけです。ちなみにこれ、心理学的にはオペラント条件付けと呼びます。オペラント条件付けとは、ざっくり言うと、とある行動ととある結果を結びつけて学習することです。心理学に興味のある方なら耳にしたことがあるかもしれませんね。そしてここで一つ注意しておきたいのが、このオペラント条件付けがリセットされる過程では、消去バーストと呼ばれる行動の爆発が起こるという点です。つまりどういうことかというと、
一度吠えればフードがもらえると覚えてしまった柴犬に対して、吠えてもフードを与えないという行動を飼い主が取ると、柴犬はあれおかしいなといった感じで、さらに激しく吠えてフードを要求しようとしてくるんです。このさらに激しく吠えるという行動が今言った消去バーストにあたります。ただこれは一時的なものなので、それでもフードがもらえなければ柴犬は諦めて最終的には吠えるのをやめていきます。このさらに激しく吠え始めたタイミングでうっかり飼い主が反応してしまうと、激しく吠えればフードがもらえるんだと柴犬を余計に勘違いさせてしまうので、飼い主がしっかりと覚悟を決めて無反応を貫くことがとっても大切なんです。実際に我が家の豆柴きなしゃんも生後2ヶ月でお迎えしたばかりの頃は、私がドッグフードの袋の音をカサッと少し鳴らしただけで吠えることもありましたが、今お話しした1、吠えている間は絶対にフードを与えない。2、吠えるのを完全にやめたらフードを与える。この対処法を実践したことで、1ヶ月くらいで吠え癖がなくなっていきました。3歳となった現在でも、フードが欲しくて吠えることはほとんどありません。一生懸命に吠えている我が子を無視するのは心苦しい。その気持ちは痛いほどわかりますが、柴犬側の気持ちになって考えてみてください。365日、食べ物を目の前にするたびに吠えなければならない生活の方がよっぽど大変だと思いませんか？柴犬を吠えるストレスから解放してあげるためにも、要求吠えに対しては無反応を貫きましょう。次に柴犬が吠えがちなシチュエーションその2、構ってほしくて吠える。これも要求吠えのうちの一つですね。普段クールでツンデレな柴犬に寂しい、構ってと吠えてまでアピールされてしまうと、嬉しいし可愛いし、ついつい反応したくなりますよね。しかし吠え癖を直していきたいのであれば、やはりこれも無反応を貫きましょう。具体的な対処法としては、1、吠えている間は視線をそらし声もかけない。2、吠えるのを完全にやめたら声をかける。この2つを地道に繰り返していくのみです。なぜならこの場合もフードへの要求吠えと同じで、吠えることと構ってもらえることが関連づいてしまっているから。この関連性をリセットするために大事なので何度も言いますが、柴犬が吠えている間はとにかく無反応でいること。柴犬にはきちんと自分自身で状況を見て判断する能力があります。飼い主のあなたさえ無反応を貫くことができれば、柴犬は自然と吠えても意味ないかもなという風に気づき始めて、最終的には吠えなくなります。なんと言いますか、柴犬へのしつけって柴犬側がどうというよりかは、飼い主側のメンタルの強さが試されてる感じがしますよね。ちなみにこれ勘違いしがちですが、柴犬は褒めてもらったり遊んでもらったりといった飼い主からの喜ばしい反応はもちろんのこと、吠えちゃダメ、うるさいよといった飼い主にとっては叱っているつもりの声かけでも、吠えたら構ってもらえたと認識してしまいます。そのため柴犬が吠えている間は、叱る言葉も含めて何も声をかけないことが重要です。実際に豆柴きなしゃんはお迎えしてすぐの頃から、1、吠えている間は視線をそらし声もかけない。2、吠えるのを完全にやめたら声をかける。これを実践していることで、構ってほしくて吠えることはほとんどありません。ただその結果、きなしゃんは飼い主に構ってほしい時のアピール方法を自ら編み出しました。それは飼い主をじっと見つめながら静かにお座りをし続けること。吠えもしないし、暴れもしないし、くっついても来ない。ただただ静かに見つめてくるだけなんですが、
不思議なもので、これをされると飼い主はキナシャンに構わずにはいられなくなってしまいます。柴犬の観察力って本当にすごくて、どうすれば飼い主が反応するのかちゃんと分かってるんですよね。柴犬が吠えて飼い主がうかつに反応すれば、それは吠えれば反応しますよと教えているようなもの。柴犬が吠えていないタイミングを狙って思いっきり構ってあげるようにしましょう。続いて、柴犬が吠えがちなシチュエーションその3、知らない犬に吠える。これも結構ありますよね。柴犬が他の犬に対して牙をむき出しにして警戒する様子はむき顔なんて呼ばれて可愛がられたりもしていますが、当の飼い主としてはヒヤリとする困った行動ですよね。こういった警戒吠えには、ここまでお話ししてきた飼い主が無反応でいることに加えて、柴犬が吠えずに済む環境を作ってあげることがとても大切になってきます。この吠えずに済む環境とは、つまり柴犬に吠えたら追い払えたという経験をさせない環境のこと。具体的には、1、そもそも吠える対象に近づかせない。2、吠える対象に慣らしてから近づかせる。こういった対処法が必要です。というのも、柴犬は自分自身で経験した結果から物事を学習してしまうから。例えば、お散歩中に他のワンちゃんとすれ違ったとします。そして柴犬がそのワンちゃんを警戒し吠えたとします。ただ、相手のワンちゃんは相手のワンちゃんでお散歩中なので、柴犬が吠えようが吠えなかろうが、いずれは過ぎ去っていきます。この場合、飼い主から見れば、単にお散歩中の2頭の犬がすれ違っただけだとわかりますよね。しかし柴犬からすれば、最終的に相手のワンちゃんがその場からいなくなったという結果から、自分が吠えたから追い払えたと思い込んでしまう可能性があるんです。これも心理学的には要求吠えと同様、オペラント条件付けと呼び、吠えることと他の犬がいなくなることが関連づいてしまっている状態なので、これを放置したまま他の犬との接触を繰り返すと、その関連性はどんどん強化されて、吠え癖も悪化してしまいます。こうした状態の柴犬には、今挙げた1、そもそも吠える対象に近づかせない。吠える対象、つまり他の犬ですね。柴犬を物理的にそこから引き離して、そもそも吠える理由をなくしてあげるのが理想です。吠える理由がなければ柴犬は吠えません。ただ、こう思いませんか？他の犬と全く会わずに過ごすなんて無理だよ。本当にそうですよね。今ワンちゃんってすっごく人気で、たくさんの人が飼っています。お散歩に出れば他のワンちゃんにも出会うでしょうし、お家にいるだけでも通りすがる他のワンちゃんの姿や声が確認できてしまう環境の方も多いと思います。そこで必要になってくるのが、2、吠える対象に慣らしてから近づかせる。いわゆる犬の社会化です。社会化って何？と言いますと、吠える対象、つまり他の犬にいきなり近づかせるのではなく、まずは柴犬が吠えないレベルまで刺激を小さくしてから、徐々にと慣らしていき、最終目標として近づいても吠えない状態を目指していくトレーニングです。具体的には、柴犬が吠えないくらい遠くから他の犬を眺めておやつを食べるだけといったことを繰り返し、他の犬の存在そのものに対して少しずつ慣らしていきます。そして柴犬が吠えなさそうであれば、ほんのちょっとだけ距離を縮めてまたおやつを食べる。さらに大丈夫そうであれば、またほんのちょっと距離を縮めておやつを食べるといった感じで、柴犬が他の犬に対して無反応でいられるボーダーラインを少しずつ上げていくイメージです。意外かもしれませんが、この際、他の犬と完全に仲良しになるまで近づく必要はありません。
すれ違っても吠えないくらいになれば十分社会化大成功です。実際に豆柴きなしゃんは生後4ヶ月でお散歩デビューをした直後から様々なお友達犬や飼い主さんたちと交流してきたおかげで、他の犬に警戒吠えをすることがほとんどありません。とりわけお友達犬との交流の中で怖い思いや嫌な思いをせずに過ごせたのが大きかったのだと思います。ちなみに犬の社会化は生後4ヶ月頃までの社会化期に行うのが最も効果的ではありますが、大人になってもワンちゃんは一生学び続けます。時間はかかるかもしれませんが、焦らずに社会化トレーニングを続けていきましょう。柴犬が吠えがちなシチュエーションその4、チャイムが鳴ると吠える。これも警戒吠えのうちの一つですね。対処法としては、1、来客と関係なくチャイムを鳴らす。2、吠えている間は無反応で何も起こさない。3、吠えるのを完全にやめたらおやつをあげる。これを繰り返して最終的にはチャイムが鳴るイコールおやつの合図だと柴犬に再認識してもらいましょう。なぜならそもそもチャイムが鳴ると吠えるのは、チャイムが鳴るイコール誰かが来るイコール警戒するイコール吠えるといった流れが紐づいてしまっているから。それに加えて宅配などチャイムの後に来客した人は大抵一定時間を玄関で過ごした後に帰りますよね。これを柴犬は先ほどの他の犬への警戒吠えと同様、自分が吠えたから追い払えたと勘違いしてしまいます。これを改善するには、まず今挙げた1、来客と関係なくチャイムを鳴らす。これを日常的に取り入れて、チャイムが鳴るイコール誰かが来るの関連性をリセットしていきます。飼い主が実際にチャイムを鳴らしてもいいですし、チャイムを録音したものを流しておいても大丈夫です。しばらくはチャイムが鳴るたびに吠えてしまうかもしれませんが、そこは今回の動画のキーワードでもある2、吠えている間は無反応で何も起こさない。これを貫いていきましょう。チャイムが鳴ったのに誰も来ないという経験が重なれば、柴犬にとっての吠える理由が次第に薄まっていきます。そして3、吠えるのを完全にやめたらおやつをあげる。なんでおやつをもらえたのか、最初はすぐに理解できないかもしれませんが、チャイムが鳴るたびにおやつをあげることを繰り返していけば、チャイムが鳴るイコールおやつの合図だと認識してくれるはずです。柴犬は自分自身の体験から物事を学ぶので、吠えたら来客の人が帰ったという体験はなるべくさせない方がいいですし、チャイムが鳴ったらおやつがもらえたという体験はたくさんさせた方がいいということになります。実際に豆柴きなしゃんはチャイムに対して吠えたことが一度もありません。我が家は来客自体が比較的少ないこともあり、そもそもチャイムと来客がきなしゃんの中で結びつかなかったようです。そのためチャイムが鳴っても、なんか鳴ってるなぁ、あれなんかおやつもらえたといった感じで、チャイムイコールおやつの関連付けはかなりスムーズに進みました。チャイムが鳴るたびにおやつをあげるのを生後2ヶ月の社会科期の時点で始められたのも良かったのかもしれないです。柴犬が吠えるのには必ず柴犬なりの理由があり、かつ柴犬は体験から学習をするので、ほらなんで吠えるのと言葉で叱っても吠え癖を改善させることはできません。吠えたら飼い主は無反応。そしてその子が吠える具体的な理由に応じて対策をとっていきましょう。ここまで柴犬の吠え癖を直す方法とその具体例を解説してきました。参考になる部分はありましたか？最後に一つだけ、私が豆柴きなしゃんと暮らして感じている吠えない犬のジレンマをお話しして動画を終わります。きなしゃんは普段からほとんど吠え癖がなく、
飼い主としては基本的にとっても助かっているのですが、実はそれはそれでちょっと寂しく感じていることがあるんです。それは遠吠えすらもしないこと。私が昔飼っていた愛犬は毎日必ず夕方のチャイムが鳴り始めると、チャイムが鳴り終わるまで全力で遠吠えをしていました。その経験があったので、きなしゃんをお迎えした時も、私が歌ったり音楽をかけたりしたら、それに合わせてきなしゃんも遠吠えしたりして、なんて淡い期待を抱いていたんです。しかし実際は3歳となった現在に至るまで、きなしゃんが遠吠えをしたことは一度もありません。きなしゃんが遠吠えをする姿、一度くらいは見てみたいななんて思うのですが、まあこればっかりはないものねだりですよね。あなたのワンちゃんは遠吠えしますか？しませんか？ぜひコメント欄で教えてください。